皆さんこんにちは。フルスタックチャンネルです。今回は T3 スタックを使用して Web アプリケーションの認証システムを構築していきます。T3 スタックとは Next.js、TypeScript、TRPC、Prisma、Tailwind CSS、Next.OS を使用したフルスタックの Web 開発スタックです。シンプル、モジュール製、そしてフルスタックの型安全をキーとする思想に基づいて構築された技術スタックになります。この T3 スタックを利用して、ログイン、Google とメールアドレスでのサインアップ、ログアウト、パスワード再設定、パスワード変更、プロフィール編集、アバター画像変更の機能を実装します。アプリ開発に必要な基本的な認証システムを構築できますので、本格的なアプリケーション開発に集中することができます。再利用しやすいように、認証機能に特化したプロジェクトとなっています。T3 スタックを使用した認証システム構築に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは、始めていきましょう。Next.js のプロジェクトを構築していきます。最新のバージョンで動かない可能性もありますので、チュートリアルのバージョンに合わせるようにしてください。各ライブラリをインストールします。Next.js のバージョンは 13.5.6 を使用しています。パッケージ JSON の Next と ESLint config Next のバージョンを手動で変更して、npmi でインストールしてください。UI の構築に ShadowCN を使用します。ShadowCN とは、Redux UI と Tailwind CSS で構築されたオープンソースのコンポーネント集です。コンポーネントライブラリではなく、必要なコンポーネントを選んで生成することができます。外部の依存関係としてインストールされないため、コンポーネントを自由にカスタマイズしていくことができます。こちらが公式ドキュメントになります。公式ドキュメントの Next.js の部分を参考にインストールを進めます。ShadowCN をインストールします。設定はこのようにします。インストールすると、既存のファイルが修正されたり追加されたりするので、最初にインストールしておくことをお勧めします。今回使用する UI コンポーネントをまとめてインストールします。Next.js のアップルーターを使用して開発していきます。メインページのページ .tsx ファイルを修正します。レイアウトを修正します。レイアウトは全ページ共通のコンポーネントです。レイアウトにナビゲーションやフッターを追加します。ナビゲーションを作成します。トップページへのリンクを作成します。
トップページが表示されることを確認します。データを取得中に表示されるローディング画面を作成します。サーバーコンポーネントでエラーが発生した場合に表示されるエラー画面を作成します。データが存在しないときに表示する画面を作成します。データベースは PostgreSQL を使用します。ローカルで PostgreSQL を使用できるように構築していきます。PostgreSQL の公式ページにアクセスし、インストーラーをダウンロードします。Windows と Mac でインストール方法が異なるため、それぞれの OS に合わせた手順を参照してインストールを進めてください。インストールしているときにパスワードを入力するところがありますので、パスワードは忘れないようにメモしておいてください。インストールが完了したら、SQL シェルを起動します。デフォルトの設定で問題なければ、エンターキーを押して進めます。PostgreSQL のログイン時に要求されるパスワードは、先ほどインストール時に設定したものを使用します。ログインが成功したら、新しいデータベースを作成します。Create データベースコマンドを使用して、データベースを作成します。コマンドが成功すると、Create データベースというメッセージが表示され、データベースの作成が完了します。今回、データベースの操作にはプリズマを使用します。プリズマはオープンソースのデータベース操作ツールで ORM として機能します。これにより SQL 文を直接書くことなくデータベースを操作することができます。また、プリズマスタジオというツールを使えばデータベースの内容を直接確認することも可能です。詳細については公式ドキュメントを参照してください。プリズマを使用してデータベースを操作できるようにしていきます。npx プリズマ init コマンドを実行すると、プリズマフォルダと .env ファイルが作成されます。.gitignore に .env を追加して、.env を Git 管理から外します。生成されたスキーマ .prisma を修正してデータベースを構築します。環境変数にはデータベースの接続情報を記述します。タイプスクリプトのコードを生成します。npx プリズマ db プッシュをすると、マイグレーションファイルを作成せずに、直接データベースを構築できます。データベースの中身を確認するには、npx プリズマスタジオを実行します。認証の実装には、NextOS ライブラリを利用します。これは OAuth をサポートしており、Google や Facebook、GitHub などと容易に連携可能です。詳しくは公式ドキュメントを参照してください。NextOS のシークレットキーを設定するために、OpenSSL コマンドでランダムな値を生成します。.env ファイルを開いて、NextOS シークレットと NextOS URL、Next Public App URL を設定します。NextOS シークレットには先ほど生成した値を設定してください。NextOS の API ルートを作成します。
NextOS の設定を行います。Google 認証とメールアドレス認証の設定をしていきます。Google アカウントで認証をしたいので、Google プロバイダーを設定します。クライアント ID とクライアントシークレットは後ほど取得します。メールアドレスで認証もしたいので、クレデンシャルスプロバイダーを設定します。ネームにクレデンシャルスを設定します。クレデンシャルスにメールアドレスとパスワードを設定します。オーソライズメソッドは、ユーザーが認証フォームでメールアドレスとパスワードを入力し、そのフォームを送信するとコールされます。メールアドレスとパスワードが入力されているかをチェックします。メールアドレスでデータベースからユーザーを取得します。ユーザーが存在しない場合や、パスワードが設定されていない場合は、エラーを出力します。入力されたパスワードとデータベースのパスワードが一致するかを確認します。パスワードが一致しない場合は、エラーを出力します。一致した場合は、ユーザー情報を返します。セッションに JWT を使用するように設定します。認証情報を取得する GetOS セッション関数を作成します。Get サーバーセッションでセッション情報を取得します。セッションが取得できない場合は、null を返します。セッションのメールアドレスを使用してデータベースからユーザー情報を取得します。Find First or Slow を使用しているので、見つからない場合は例外を投げるようにしています。ユーザーが取得できたら、ユーザー情報を返します。認証プロバイダーを作成します。プリズマクライアントのインスタンスを作成します。TRPC はタイプスクリプトをベースにした API フレームワークです。スキーマやコード生成なしで型安全な API を構築できます。バックエンドとフロントエンドの型情報を共有するので、ビルド時に API の型エラーを検出できます。GraphQL や gRPC に比べて取り入れやすく、開発プロセスを効率化することができます。REST や GraphQL を使用した場合の課題として、クライアントとサーバー間でデータの型を共有する簡単な手段がありませんでした。型定義などがクライアントとサーバーで重複する可能性があり、リソースごと、または操作ごとに新しいエンドポイントが必要で、管理が煩雑になる可能性がありました。TRPC を導入することによって、クライアントとサーバーの間で型情報が共有され、ビルド時にエラーがキャッチされます。型定義は一元化されるため、コードの重複やバグが減少し、開発がスムーズになります。詳しくは公式ドキュメントを参考にしてください。TRPC の API ルートを作成します。バックエンドからコールする TRPC クライアントを作成します。
フロントエンドからコールする TRPC クライアントを作成します。TRPC の初期化をします。T. ミドルウェアでログインユーザーを取得するミドルウェアを作成します。パブリックプロシージャーは認証なしでコールできるプロシージャーです。プライベートプロシージャーは認証していないとコールできないプロシージャーです。TRPC のルーターを定義します。認証用のルーターを作成します。ルーターの中身は後ほど作成します。TRPC とリアクトクエリーをセットアップするためのプロバイダーコンポーネントを定義します。このコンポーネントをアプリケーションのルートに配置することで、ココンポーネント全体で TRPC とリアクトクエリーの機能が利用できるようになります。レイアウトに各プロバイダーを追加します。ゲットウスセッションと各プロバイダーをインポートします。ゲットウスセッションで認証情報を取得します。オウスプロバイダーを追加します。TRPC プロバイダーを追加します。ナビゲーションにユーザー情報を追加します。トーストプロバイダーを追加します。トーストを使用するために、プロバイダーズフォルダにトーストプロバイダー .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。トーストはリアクトホットトーストライブラリを使用します。トーストプロバイダー関数を作成します。ナビゲーションにユーザー情報が渡されるので、ユーザー情報がある場合とない場合で表示を変えていきます。各モジュールをインポートします。引数の型を定義します。引数を設定します。ユーザー情報がある場合は、ユーザーナビゲーションを表示します。ユーザー情報がない場合は、ログインと新規登録ボタンを表示します。ユーザーナビゲーションを作成していきます。オウスフォルダにユーザーナビゲーション .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。各モジュールをインポートして、引数の型を定義します。ユーザーナビゲーション関数を作成します。
ShadowCN のドロップダウンメニューを使用すると、簡単にドロップダウンメニューが作成できます。ドロップダウンメニューのトリガーとなるアバター画像を追加します。ドロップダウンのメニューにユーザー名とメールアドレスを表示します。アカウント設定のリンクを表示します。ログアウトボタンを表示します。ログアウトは NextOS のサインアウトを使用してログアウトします。コールバック URL を指定することで、ログアウト後にリダイレクトする URL を指定できます。アバターのデフォルト画像をパブリックフォルダに格納します。ナビゲーションの動作を確認します。ナビゲーションにログインと新規登録ボタンが表示されていることを確認します。サインアップ機能を実装していきます。サインアップページを作成します。各モジュールをインポートします。サインアップページ関数を作成します。GetOS セッションでユーザー情報を取得します。ユーザー情報がある場合は、トップページにリダイレクトします。サインアップコンポーネントを呼び出します。サインアップ .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。各モジュールをインポートします。名前、メールアドレス、パスワードの入力データの検証ルールを定義します。入力データの型を定義します。サインアップ関数を作成します。ルーターを定義します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。Google アカウントでサインアップしたときにコールされる関数を作成します。Google アカウントでサインアップするには、NextOS のサインイン関数を使用します。Google を指定することで、Google アカウントの認証画面にリダイレクトします。コールバック URL を指定することで、認証が完了したら、指定した URL にリダイレクトします。サインインの戻り値にエラーが含まれている場合は、サインアップに失敗したのでトーストを表示します。TRPC のユーズミューテーションを使用して、サインアップ API を呼び出します。サインアップに成功したら、サインインを使用して、ログインします。ログインに成功したら、トップページにリダイレクトします。エラーが発生したら、トーストを表示します。アカウント作成ボタンをクリックすると、オンサブミット関数が呼び出されます。サインアップ関数を呼び出して、サインアップをします。サインアップ画面の表示を作成していきます。Google アカウントのボタンを作成します。
入力フォームを作成していきます。名前、メールアドレス、パスワードの入力フォームを作成します。アカウント作成ボタンを作成します。ログイン画面へのリンクを作成します。TRPC を使用してサインアップ用の API を作成します。パブリックプロシージャーは認証なしでコールできるプロシージャーになります。インプットに入力データの型を定義します。ミューテーションでサインアップの処理を実装します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから名前、メールアドレス、パスワードを取得します。ユーザー情報を取得して、すでに登録されているかを確認します。パスワードをハッシュ化して、データベースに保存します。パスワードは必ずハッシュ化して保存するようにしてください。そのまま保存すると、データベースが漏洩した場合に、パスワードが盗まれてしまいます。メールアドレスでサインアップできるか確認します。サインアップすると、ログインするので、ナビゲーションがアイコンに変更されていることを確認します。アバターアイコンをクリックすると、ユーザーメニューが表示されることを確認します。Google 認証できるように設定していきます。Google 認証するには GCP の設定が必要になります。GCP にログインしてコンソールを開きます。プロジェクトの選択をクリックして、新しいプロジェクトを作成します。プロジェクト名を入力して、作成します。作成したプロジェクトを開きます。ユーザータイプを外部に設定します。アプリ名とユーザーサポートメール、デベロッパーの連絡先情報を入力します。スコープとテストユーザーは何も設定せずに次へ進みます。認証情報画面に遷移します。認証情報を作成をクリックして、OAuth クライアント ID を作成します。アプリケーションの種類を Web アプリケーションに設定します。
承認済みのリダイレクト URI を設定します。クライアント ID とクライアントシークレットをメモしておきます。Google クライアント ID と Google クライアントシークレットを環境変数に設定します。コンフィグの設定をします。アバター画像表示するために Google とクラウディ内のドメインを許可します。Google 認証できるかを確認します。Google 認証すると自動的にアバターアイコンが表示されます。ログイン機能を実装していきます。ログインページを作成します。各モジュールをインポートします。ログインページ関数を作成します。認証情報を取得し、認証済みの場合はトップページにリダイレクトします。ログインコンポーネントを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにして、各モジュールをインポートします。メールアドレスとパスワードの入力データの検証ルールを定義します。入力データの型を定義します。ログイン関数を作成します。ユーズフォームを使用してフォームの状態を管理します。Google アカウントでのログインはサインアップと同じ NextOauth のサインイン関数を使用します。ログインボタンをクリックするとオンサブミット関数が実行されます。NextOauth のサインインを使用してメールアドレスでログインするためクレデンシャルスを指定します。ログインに成功したらトップページにリダイレクトします。ログインの入力フォームを作成していきます。Google アカウントのボタンを作成します。メールアドレス、パスワードの入力フォームを作成します。ログイン動作を確認します。メールアドレスでログインできることを確認します。プロフィールを編集する機能を実装していきます。プロフィール編集はアカウント設定画面に表示します。サイドナビゲーションとメインコンテンツを表示するレイアウトを作成したいので、
アカウント設定画面共通のレイアウトを作成します。セッティングスレイアウト関数を作成します。アカウント設定画面の左側に表示するサイドナビゲーションを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにして各モジュールをインポートします。サイドナビゲーションに表示するメニューのリストを作成します。サイドバーナブ関数を作成します。アイテムスをマップでループしてリンクを作成します。プロフィールページを作成します。各モジュールをインポートします。プロフィールページ関数を作成します。認証情報を取得して認証されていない場合はログインページにリダイレクトします。プロフィールコンポーネントを作成します。プロフィール編集ではアバター画像、名前、自己紹介を編集できるようにします。名前と自己紹介の入力データの検証ルールを定義します。プロフィール関数の引数の型を定義します。プロフィール関数を作成します。デフォルトで表示するアバター画像の設定をします。ユーズフォームを使用してフォームの状態を管理します。TRPC のユーズミューテーションを使用してプロフィール編集 API を呼び出します。プロフィール編集に成功したらトーストを表示してページをリロードします。失敗したらトーストでエラーメッセージを表示します。変更ボタンをクリックしたらオンサブミット関数が呼び出されます。画像のアップロードにはリアクトイメージスアップローディングを使用すると簡単に実装できます。画像をアップロードするとベース64の文字列がデータ URL に設定されます。アップデートユーザー関数を呼び出してプロフィールを編集します。画像をアップロードするとオンチェンジイメージが呼び出されます。ファイルサイズのチェックを行い、ベース64の文字列をイメージアップロードに設定します。5MB を超える画像はアップロードできないようにします。プロフィールを編集するフォームを作成していきます。イメージアップローディングを使用して、アバター画像の表示と変更をできるよう設定します。
名前、自己紹介の入力フォームを作成します。メールアドレスは変更できないようにします。リアクトイメージスアップローディングライブラリはこちらのドキュメントを参考に設定してください。ユーザー用のルーターを定義します。ユーザー情報更新 API を実装します。ユーザールーターを定義します。アップデートユーザーを作成します。ユーザーの情報を更新するには認証が必要なので、プライベートプロシージャーを設定します。インプットに入力データの型を定義します。ミューテーションにユーザーの情報を更新する処理を実装します。トライキャッチでエラーハンドリングをしておきます。インプットから名前、自己紹介、アバター画像を取得します。ユーザー ID は ctx.user.id で取得できます。画像をアップロードした場合は、ユーザー情報を取得して、古い画像の URL を取得します。古い画像の URL からパブリック ID を取得して、デリートクラウドイメージ関数で削除します。新しい画像は、クリエイトクラウドイメージ関数でアップロードします。ユーザー情報を更新します。画像の URL がある場合は、画像の URL を更新します。クラウディナリーは、クラウドベースのメディア管理プラットフォームで、画像やビデオを簡単にアップロード、管理することができます。画像やビデオのリサイズ、クロップ、フィルタ適用などが可能です。CDN と統合しているのでメディアファイルは世界中で高速に配信されます。画像やビデオは自動的に最適化され、それによって性能が向上し、帯域幅が節約されます。画像をアップロードする場合は、クラウディナリーはおすすめです。クラウディナリーにログインして、クラウドネーム、API キー、API シークレットを取得します。取得したキーを環境変数に設定します。クラウディナリーに画像をアップロードする関数と画像を削除する関数を作成します。クラウディナリーの設定を行います。クリエイトクラウドイメージ関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。クラウディナリーライブラリを使用して画像をアップロードします。アップロードするフォルダを指定することができます。画像の URL を返します。デリートクラウドイメージ関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。クラウディナリーのデストロイで画像を削除します。プロフィール編集の動作を確認します。プロフィール編集画面に遷移して、アバター画像、名前、自己紹介が編集できることを確認します。
パスワードを変更する機能を実装していきます。パスワード変更ページを作成します。各モジュールをインポートします。パスワードページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証されていない場合はログインページにリダイレクトします。パスワード変更コンポーネントを作成します。パスワード変更は、現在のパスワード、新しいパスワード、確認用パスワードを入力して行います。現在のパスワード、新しいパスワード、確認用パスワードの入力データの検証ルールを定義します。新しいパスワードと確認用パスワードが一致するか検証します。パスワード関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のユーズミューテーションを使用してパスワード変更の API を呼び出します。パスワード変更に成功した場合は、フォームをリセットして、トーストでメッセージを表示します。パスワード変更に失敗した場合は、トーストでエラーメッセージを表示します。変更ボタンをクリックしたときに、オンサブミット関数がコールされます。アップデートパスワード関数を呼び出して、パスワードを変更します。パスワード変更の入力フォームを作成していきます。現在のパスワード、新しいパスワード、確認用の新しいパスワードの入力フォームを作成します。認証用のルーターにパスワード変更 API を追加します。パスワード変更は、認証されているユーザーのみが実行できるようにプライベートプロシージャーを使用します。インプットに入力データの型を定義します。ミューテーションでパスワード変更の処理を実装していきます。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットから現在のパスワードと新しいパスワード、CTX からユーザー ID を取得します。ユーザーを検索して、ユーザーが存在しない場合とパスワードが設定されていない場合はエラーを返します。入力された現在のパスワードとデータベースに保存されているパスワードが一致するか判定します。間違っている場合は、エラーを返します。新しいパスワードと現在のパスワードが同じ場合は、エラーを返します。新しいパスワードをハッシュ化して、ユーザーのパスワードを更新します。パスワード変更の動作を確認します。パスワード変更画面で新しいパスワードを入力して、
変更ボタンをクリックします。パスワードを変更したら、ログアウトして、新しいパスワードでログインできるか確認します。パスワードを再設定するために、メールを送信する機能を実装していきます。パスワード再設定メール送信ページを作成します。Forgot パスワードページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証している場合はトップページにリダイレクトします。パスワード再設定メール送信コンポーネントを作成します。メールアドレスを入力して、送信ボタンを押すと、パスワード再設定メールが送信されます。メールアドレスの入力データの検証ルールを定義します。Forgot パスワード関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のユーズミューテーションを使用して、パスワード再設定メール送信の処理を実行します。メール送信に成功したら、トーストを表示して、フォームをリセットします。失敗したら、トーストでエラーメッセージを表示します。送信ボタンをクリックしたときに、オンサブミット関数が呼び出されます。パスワードを再設定するためのメール送信処理を実行します。メールアドレスを入力するフォームを作成していきます。パスワードを再設定するためのメール送信 API を作成します。Send Forgot パスワード関数をインポートします。パスワード再設定メール送信は、認証されていないユーザーでも利用できるため、パブリックプロシージャーを使用します。インプットに入力データの型を定義します。ミューテーションでパスワード再設定メール送信の処理を実装します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからメールアドレスを取得します。入力されたメールアドレスからユーザーを検索します。ユーザーが存在しない場合はエラーを返します。1時間以内にトークンが作成されているかを検索します。トークンが存在する場合はエラーを返します。1時間以上経過している場合は新しいトークンを作成します。クリプトを使用してランダムなトークンを生成します。データベースにトークンを保存します。期限は24時間としています。1日以上経過している場合はトークンは無効になります。Send Forgot パスワード関数を呼び出して
パスワード再設定メールを送信します。パスワードを再設定するためのメールの内容を作成します。各モジュールをインポートして引数の型を定義します。send forgot パスワード関数を作成します。ユーザー情報とパスワードリセットトークンの情報を取得します。パスワードリセットトークンは最新の一つを取得します。ユーザー情報が存在しない場合はエラーを返します。トークンを取得してパスワード再設定リンクを作成します。件名と本文を作成します。本文は HTML 形式で作成するとリンクを貼ることができます。send E メール関数を呼び出してメールを送信します。メールを送信するための設定を行います。メールを送信するために Node メーラーを使用します。Node.js でメールを送信するためのライブラリです。簡単にメールを送信することができるのでおすすめです。詳細は公式ドキュメントを参考にしてください。SMTP サーバーの設定を行います。今回は Gmail を使用するのでサービスに Gmail を指定します。ポートには Gmail の SMTP サーバーのポートを指定します。Gmail 以外を使用する場合はポート番号を変更してください。OAuth にはメールを送信するための認証情報を指定します。メール送信オプションを作成します。トランスポート .send メール関数を使用してメールを送信します。メールを送信するにはアプリパスワードを作成する必要があります。Google 右上アイコンのアカウントを管理からセキュリティに遷移します。2段階認証プロセスをクリックしてアプリパスワードを作成します。環境変数に送信元のメールアドレスと先ほど作成したアプリパスワードを設定します。パスワード再設定する機能を実装していきます。各モジュールをインポートして引数の型を定義します。リセットパスワードページ関数を作成します。URL からトークンを取得します。認証情報を取得して認証している場合はトップページにリダイレクトします。トークンの有効性を判定して無効な場合はパスワード再設定ページにリダイレクトします。認証用のルーターにトークンの有効性を判定する API を作成します。トークンの有効性を判定する API は認証が必要ないため、パブリックプロシージャーを使用します。インプットに入力データの型を定義します。データを取得するだけなので、クエリーを使用します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。トークンを取得してデータベースからトークンを検索します。トークンが見つからない場合やトークンの期限が切れている場合はフォルスを返します。パスワード再設定用のコンポーネントを作成します。新しいパスワードと確認用パスワードを入力してパスワードの再設定を行います。新しいパスワードと確認用パスワードの入力データの検証ルールを定義します。新しいパスワードと確認用のパスワードが一致しているかを検証します。引数の型を定義します。
リセットパスワード関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。TRPC のユーズミューテーションを使用して、パスワード再設定を行います。パスワード再設定が成功した場合は、トーストを表示して、ログインページに遷移します。パスワード再設定が失敗した場合は、トーストでエラーメッセージを表示します。送信ボタンをクリックすると、オンサブミット関数がコールされます。リセットパスワードを呼び出して、パスワード再設定を行います。パスワード再設定の入力フォームを作成していきます。新しいパスワードと確認用パスワードの入力フォームを作成します。認証用のルーターにパスワード再設定用の API を作成します。センドリセットパスワード関数をインポートします。パスワード再設定用は認証が必要ないため、パブリックプロシージャーを使用します。インプットに入力データの型を定義します。ミューテーションでパスワード再設定の処理を実装します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。インプットからトークンと新しいパスワードを取得します。受け取ったトークンでデータベースを検索します。トークンが見つからない場合は、エラーを返します。トークンの期限が切れている場合は、エラーを返します。新しいパスワードを現在のパスワードと比較して、同じ場合はエラーを返します。新しいパスワードをハッシュ化します。プリズマドットトランザクションを使用して、パスワードの更新とトークンの削除を順番に実行します。センドリセットパスワード関数を使用して、パスワード再設定完了のメールを送信します。パスワード再設定完了のメールを送信する関数を作成します。各モジュールをインポートして、引数の型を定義します。センドリセットパスワード関数を作成します。ユーザー ID からユーザー情報を取得します。ユーザー情報が存在しない場合は、エラーを返します。件名と本文を作成して、センド E メールでメールを送信します。パスワード再設定の動作を確認します。パスワードを忘れた場合はこちらから、パスワード再設定ページに遷移します。メールアドレスを入力して送信します。入力したメールアドレスにパスワード再設定用のメールが届きます。メールに記載してあるリンクをクリックすると、パスワード再設定の画面に遷移します。パスワード再設定が完了するとログイン画面に遷移して、新しいパスワードでログインできるか確認します。
パスワード再設定が完了したら、完了メールが届きます。以上で、T3 スタックを使用した認証システムの構築は終了です。このチュートリアルで、ログイン、サインアップ、ログアウト、パスワード再設定、パスワード変更、プロフィール編集機能が実装できました。TRPC を導入すると、バックエンドとフロントエンドの API の型が一致しているので、開発効率が上がります。これからは T3 スタックをベースにして、アプリケーション開発をしていきます。認証システムはこれで完成しましたので、自分のアプリを構築してみてください。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。